こんにちは、はるです。今回は小花と蝶のキラキラブレスレットの作り方をご紹介します。定番の小花模様と交差編みを組み合わせた作品です。交差編みの部分が蝶々のように見えるので、このような名前にしてみました。小花模様も交差編みも基本的な編み方なので、この機会にどちらもマスターしてくださいね。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。そろばん型ビーズ 3mm、 ここでは36個使用します。マルショービーズシルバー、ここでは64個使用します。マルショービーズゴールド、ここでは63個使用します。テグス2号110センチ、丸缶2個、カニ缶1個、だるま缶1個。まずテグスにマルショービーズシルバーを6個通して、一番端のビーズで左右のテグスを交差させます。これが後で金具を取り付けるループになります。次はマルショービーズゴールド1つで左右のテグスを交差します。ここで1つ目のお花を作ります。左右のテグスにゴールドを2つずつ通します。テグスを揃えてシルバーを1つ通します。そして右のテグスを右側のゴールド2つに通します。左のテグスを左側のゴールド2つに通します。そして新たなゴールド1つで交差します。これでお花が1つ出来上がりました。次にシルバー1つでテグスを交差させます。左右のテグスにそれぞれシルバー、そろばん型ビーズの順に通します。そしてゴールド1つで交差します。次は左右のテグスにそれぞれそろばん型ビーズ、シルバーの順に通して、新たなシルバー1つで交差します。これで蝶々が1つ出来上がりました。
このお花からここまでワンセットとなります。次はまたお花を作りますので、ゴールド一つで左右のテグスを交差させます。左右のテグスにそれぞれゴールドを2つずつ通します。テグスを揃えてシルバー1つを通します。右のテグスを右側のゴールド2つに通します。左のテグスも同様に左側のゴールド2つに通します。テグスを引き締めたらこんな感じで親指で押し下げると形が整います。そしてゴールド1つで交差します。次は蝶々のパートですので、シルバー1つで交差します。これ忘れがちなので気をつけてくださいね。左右のテグスにそれぞれシルバー、そろばん型ビーズの順に通します。そしてゴールド1つで交差します。今度は左右のテグスにそれぞれそろばん型ビーズ、シルバーの順に通して新たなシルバー1つで交差します。このような要領で手首のサイズより少し短めの長さになるまで作っていきます。花と蝶々を9セット作ったものがこちらです。最後に金具を取り付けるループを作ります。片方のテグスにシルバーを5個通します。そして今テグスが出ているビーズの反対側の穴からテグスを通します。これでループが出来上がりました。テグスの処理をします。今回は結ばずに仕上げていきます。テグスの流れに沿ってビーズに通していきます。編み戻る感じですね。
お花のところは外側のビーズに通します。この辺まで通してくると、先ほど作ったループを引っ張ってももう抜けなくなります。それが確認できたらテグスをカットします。これでブレスレット本体の完成です。次に金具を取り付けます。丸カンを開いて片方のループに通します。さらにだるまカンを通して丸カンを閉じます。もう片方のループにも丸カンを通します。さらにカニカンを通したら丸カンを閉じます。これで小花と蝶のキラキラブレスレットの完成です。どうでしょう、2つの技法の組み合わせでも違和感なくしっくりきますよね。色違いでも作ってみましたよ。こちらはそろばん型ビーズをグリーンに変えて作ったものです。クリスマスシーズンにもいいですし、冬から春にかけても使えそうです。こちらはお花をシルバーにして蝶々をブルーにしてみました。ブルーが落ち着いた色なので冬の装いにも合わせやすいと思います。そしてこちらはお花がシルバーで蝶々もクリスタルのビーズにしてみました。華やかだけどなんとなく爽やかさもあって季節を問わず使えるんじゃないかと思います。好みに合わせてビーズの色を選んでみるといいと思います。ぜひ作ってみてくださいね。